んばんは、もののけ兄さんです。さあ、今回も始まりますけど、もう3月ですね。随分とご無沙汰してしまったわけなんですけど、ここ1ヶ月で日本も世界もいろんなことがありましたね。こちらもですね、かなりいろんなことがあったわけなんですけど、猫を追加で飼育し始めたりとか、マミーが家庭内で人体を切ったとか、あと何ですかね、いろいろあったんですけど、とにかく最大のイベントがですね、お引っ越しをしたということなんであります。というわけで今回の動画はそのお引っ越しがメインになるということではないんですけど、たくさんの水槽と魚たちはどうしたのか、そんな流れから新居での水槽立ち上げ第1弾、エーハイムの外部フィルターを使った120センチオーダーメイドのスリム水槽、これを立ち上げたというかリセットって言った方がいいんですかね。とにかくそんな様子を割と細かく見ていただくわけなんですけど、すごく濁っていた水槽内が透明になったというのが見どころなんであります。さあ参りましょう。さあというわけで、まずはこのたくさんある水槽の引っ越しの話からなんですけど、引っ越ししたのは水槽だけじゃなくて本当に全部引っ越しなんですよね。いわゆる転居ってやつですけど、いずれにせよ人んちの引っ越しの話なんてそんなに面白いものではないですからね。そんなわけで水槽の引っ越しの話に集中したいと思います。さて、引っ越しといっても5キロくらい先の場所に移転したんですけど、同じ市内の隣町に引っ越した感じですね。というわけでそんなに遠いわけではないんですけど、いずれにせよ水槽は全部空にする必要があるわけなんであります。というわけで今回は水槽の中身を全部空にして移動させる方法を取ったわけなんですけど、さすがに全部一度にはできませんからね。とりあえずできることからやっていくわけなんであります。前回の動画のメイントピックだったわけなんですけど、まずはご当地水槽の魚をご覧の通りなんですけど、国立博物館の水槽に移したわけなんであります。移動させなければならない水槽はまだたくさんあるわけなんですけど、そのうちのいくつかはご近所のお宅に預かっていただきました。右側はモリュミルスの仲間、ストーンバッシャーとも呼ばれています。そしてこちらがマーブルラングフィッシュ。この優雅な映像は半年ぐらい前のものなんですけど、かなり成長が早いですね。もらわれてきた時にはこの指みたいなサイズでした。漫画日本昔話の竜みたいですね。この水槽はキッチンとダイニングの間に置いていたんですけど、成長段階のまだ小さいシクリットを入れていました。小僧のお友達のお家が預かってくれるということで移動する準備をしています。というわけでこんな感じにお友達の家に移動したわけなんですけど、お家がナイスだと水槽も映えますね。そんなわけでこの家にはもう一つ水槽を置かせていただきました。ビクトリア湖で捕まえたシクリッドが入っている水槽なんですけど、訳あって横幅が85センチ。このぐらいの水槽なら自分で運べるんじゃないかと思って底面フィルターを外して砂利を外に出す作業をしています。これ水が入っている状態じゃないと難しいですよね。この若干重たい水槽を気合で傾けてプロホースで中の水を全部吸い取ります。その後車になんとか積んで新しい住居に持ってったんですけど、やはりバイトを雇いました。結局この水槽にはビクトリア湖のシクリッドだけではなく、行き場のなくなった他のシクリッドも一時的に全て入れたわけなんであります。というわけでこの状態からかなりの作業が進んだわけなんですけど、この水槽部屋に関しては2年間ありがとう、空っぽの状態になりました。終わりがあれば始まりもある。新しいお家の水槽第1号はこのようにして始まったわけなんであります。さて、マラウイ湖原産のシクリッドが入っていた120センチスリム水槽なんですけど、これはさすがに重いんで引っ越し業者に運んでもらいました。
お水を少し入れていますけど、この家の水もかなり茶色いんですね。まあこれあまり効果はないんですけど、こんな感じで水道水をろ過した水を使います。というわけで、この A ハイムの外部フィルターを設置するわけなんですけど、今回が初めてではないんですけど、やはりマニュアルは見た方がいいですね。とはいうものの、このインペラ部分の掃除は初めて。これに関しては説明書を見ても最後までよくわかりませんでした。まあそんなわけで、このインペラ部分の開け方については AI に教えてもらったわけなんであります。ここ数年で世の中変わりましたね。というわけで、とうとうインペラが見えましたってことで、これを洗ってですね、元に戻したわけなんであります。セラミックのシャフトを戻しています。このように若干押し回して締めます。そしてこれが外部フィルターの本体。この中にろ材を入れていくわけなんですけど、せっかく住み着いたバクテリアが死なないように飼育水を入れたバケツにつけておいたわけなんであります。このようにすれば水槽内が安定するまでに1ヶ月とかそこまで待つ必要がないですからね。そんなわけで茶色い水対策としてブラックホールを使います。あまりいろいろ詰め込みすぎても水の通りが悪くなってしまいますけど、隙間がありすぎても問題ですからね。この活性炭も入れてみるわけなんですけど、どうなんですかね。入れた時と入れてない時と比較しないと、その効果というものはよくわからないわけなんですけど、とりあえず今回は信じましょうということで、きっと何か良いことがある、そんな感じのノリでやってみたわけなんであります。これは排水側のパイプを本体につないでいます。こちらは給水側、外れないようにネジで締まるようになっています。というわけで外部フィルターを水槽に設置しましたけど、この順番がいまいち変だったってこともありますが、水槽に砂を入れる前に水を入れすぎてしまいました。この砂も前の家で使っていたものなんですけど、こんなことをしたら水槽内が思いっきり濁ってしまうわけなんであります。まあご覧の通りなんですけど、しかしここからがすごいということで、フィルターを回して1時間したらこうなりました。なんとなく向こう側が見えるような状態になりました。まあそんなわけで水槽内が見えるようになったってことで、ただしあまり見えないので面白くないと思いますけど、水槽のレイアウトをやっております。そしてこれがフィルターを機能させてから6日後の様子です。そろそろ魚を入れたいですねってことで、ここはいつものビクトリア湖。頼んでないんですけど、私が行くと皆さん魚を取り始める。どうやらハプロクロミスが5匹取れたということなんであります。Oh, they are big, eh? Alright. このハプロクロミスはビクトリア湖で普通に取れるシクリッドなわけなんですけど、かなり大きいですね。ただし投網で捕まえているので、網から外す時にダメージを受けていることがよくあるわけなんであります。 This is tilapia. This is a tilapia. わからないと思ったんですかね。ティラピアを入れてきましたよ。これはシクリッド、尾びれが赤くていいですね。というわけでシクリッドを調達したということで、こんな風に寄り道をしてですね、10時間ぐらいかけて家に帰るわけなんですけど、もうこのお肉に関しては見た目がすごいわけなんですけど、私はこんなのが好きですね。ちょっとね、お母さんと子供、とても野生的で上品な顔をしていました。アフリカの猫ちゃん、私はこういうのが好きなんであります。というわけで、肉と猫の後はシクリッド。このように袋に入れて密封して10時間エアレーションなしだったわけなんですけど、重要なのは1匹ずつ袋に詰めて持って帰る、そこなんであります。というわけで、この1週間前に立ち上げた120センチスリム水槽 A ハイム外部フィルター仕様、ここに入ってもらうわけなんであります。ビクトリア湖から連れてきたシクリッド、やはり現場にいる時の方が鮮やかだったわけなんですけど、そのうちそのような鮮やかさ、そして輝きを取り戻してくれると、この水槽も見応えのあるものになると思います。
引っ越し前にこの水槽に入っていたのはマラウイ湖が原産のシクリッド。カラフルな皆さんにこの水槽に戻っていただきます。というわけでこんな感じに収まりました。とにかくですね、今回強調したいのはエーハイムの外部フィルターのろ過能力、まさにそこなんですけど、水を吸い上げるためのポンプのパワー、そしてろ過層のキャパシティ、かなりの露材が入るわけなんですけど、ろ過フィルターの場合は大は小をかなり兼ねるわけなんであります。そんなことを改めて思ったわけなんですけど、ただしポンプのパワーが強いということで、おそらく電気代は若干かかるんだと思います。そしてこのレイアウトなんですけど、ただ石を積み上げただけではなく、私の最近の流行りなんですけど、流木を石の下に入れています。これによって石の下に洞窟のような雰囲気を演出することができるわけなんであります。この演出の場合、石の色は流木より薄い必要があるわけなんであります。というわけで久しぶりの動画だったわけなんですけど、新しい水槽部屋はこちらということで、まだいろいろと準備中ですね。とにかくそのうち皆さんにお見せできる状態になると思うんですけど、水槽用のものではないものを使ったりしていろいろと工夫してみたいと思ってるわけなんであります。そんなわけでいろいろやってみるわけなんですけど、予定した通りにならないというか、失敗することもあります。というのも、この外部フィルターなんですけどね、予定ではこのキャビネット内部に収まるはずだったんですけど、外部フィルターの寸法を測った上でここに収まることを前提としてこのキャビネットを注文したんですね。ただし少し読みが甘かったというか、パイプの接続部分から上にパイプが出ているんですよね。この部分が上に当たってしまってパイプが潰れてしまうんですよね。というわけでこの水槽には別のフィルターを用意したいと思っています。というわけで今回はいかがだったでしょうか。久しぶりの動画ということで皆さんからのコメントをたくさんいただけたら嬉しいわけなんですけど、ちょっと今回休みすぎましたからね。だからなんだってことはないわけなんですけど、引っ越し後のナイスな水槽部屋を目指してこのチャンネルでしか見れないものをお届けしようと思っているわけなんであります。何それ今の。というわけでこのチャンネルでしか見れない普通のアフリカの猫をご覧いただきながら、また次回までということで、ブラザーもののけワールドアクアリウムクラブ、この辺で失礼いたします。お相手は今年になってもまだ風邪をひいていないもののけ兄さんだったわけなんであります。